こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回は全国泊まり放題サブスク次々30連泊の旅第6弾、富山エクセルホテル東急に3泊した時の動画です。富山の旅は一体どんなものになるのでしょうか。動画の最後に富山の滞在中に使った費用も載せていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。金沢東急ホテルをチェックアウトして北鉄高速バスで富山駅に向かいます。富山城と立派な石垣が見えてきたらもうすぐ富山駅に到着です。今ちょうど12時です。富山駅に到着しました。バスはとても快適でした。今富山駅の真ん前に来ました。こちらの銅像は有名な富山の薬屋さんです。富山が薬で有名になったのは、江戸時代に腹痛になった大名に富山藩の藩主が藩五炭という薬を服用させたら驚異的に回復したことがきっかけで、富山の薬が日本全国に広まったようです。そしてその銅像の後ろ側にあるのが今回泊まる富山エクセルホテル東急。それではこれからホテルにチェックインします。アメニティコーナーもあって、ここで各自必要なアメニティを選んで部屋に持っていくシステムとなっています。種類はヘアブラシ、ヒゲ剃り、ヘアバンド、入浴剤、ヘアワックス、男性専用の洗顔料と化粧水、女性用のクレンジングオイル、洗顔料、乳液、化粧水、コットンと綿棒などアメニティの種類はたくさん用意されています。今回のお部屋は1408、14階のお部屋になります。ではカードキーで入っていきます。はい、今部屋に入ってきました。ちょっとねコンパクトなお部屋になっています。クローゼットがねオープンなクローゼットですね。はい、扉とかで囲われていないクローゼット。上着をかけるのがね4つですね。ズボンかけられるのが2つあって、合計6つのハンガーがあります。で上にはですね、はい、こうしてね木の棚があって、ここに荷物を置くことができます。お部屋ね、もうほんと見ても分かるように、広さがねコンパクトです。17.6 平米のダブルベッドになります。ビジネスホテルだとこんなクッションないですし、ああいったねソファーとかね置いてないんですよね。はい、それはねすごいコンパクトながら、すごい快適に過ごせるようにね工夫されていると思います。はい、じゃあ手前から見ていきましょう。こちらに荷物台があって、奥にコンセントがね一つあります。はい、こんな感じですね。引き出しがあります。ちょっと開けてみましょう。ナイトウェア用意されてますね。こんな感じ。これガウンタイプのねナイトウェアがね2人分ですね。あとこちら体を洗うタオルがねこれも2つ用意されています。じゃあ下を開けてみます。はい、こちらにはセキュリティボックスですね。開けてみましょう。13インチのパソコンだったらギリ入るぐらいのサイズですね。今度はデスクですね。はい、コンパクトなデスクがねついていますね。奥行きは40センチあるかなっていう感じですね。こちらにライトスタンドがあって、そしてこちらにはねケースですかね、小物を置いたりとかね、ここにできそうですね。そして椅子もありますね。こちら、はい、木の椅子があります。はい、これもねしっかりした椅子がついてますね。はい、おしゃれな椅子がついています。はい、お部屋の水道水について、富山市の水道水が美味しい秘密というふうに書いています。もう水道水がね、こういったもうミネラルの水になっているみたいですね。さすがは南アルプスとかね、高い山にね囲まれた県ですね。水には困らないでしょうね。はい、なので、水道水そのまま飲めるみたいです。あとこちら連泊されるゲストの皆様へというふうなねこういった書き物があって、エコ清掃に協力したら、ドリンクをねいただけるみたいですね。タオル交換とゴミ捨てだけでいいよって言ったら、こういったね QR コードをねくれるみたいです。はい、これはいいですね。今回もねやっぱ次々の特典でドリンクチケットいただきました。ここのホテルはですねやっぱり泊数分全部くれてますね。3泊なので2人分で6枚つけてくれました。はい、ネットスピードの方をね測っていきたいと思います。じゃあスタート。はい、ダウンロードがね 99.1Mbps、
アップロードが 78.7Mbps なので、結構ね、ホテルだと早い方じゃないかなと思います。これぐらいいってればね、全然問題なくインターネット、ストレスなく使えると思います。はい、大きなテレビがあります。これは42インチか、それぐらいですね。はい、首がね、こうして稼働するので、ちょっとね、ベッドに対しては、少しね、こちらベッドなんですけどね、少し右に位置しているんですけども、こうやって首が触れるので問題ないですね。はい。はい。じゃあ今度下行きましょう。こちらの棚にですね、何が入っているんでしょうか。はい。こちらの棚の中にですね、下にポット、そして氷を入れるね、器が入ってました。はい、マグカップが、はい、2つ、はい、こうやってあります。コーヒーカップですね。はい、コーヒーカップも2つ、こうして用意されています。これね、グラスもあるんですよ。結構ね、お部屋はコンパクトなんですけどね、グラスは結構置いてくれてますね。煎茶が2つだけ入ってました。ドリップコーヒーがあります。砂糖とね、クリーミーカフェプラスですね。はい。はい、冷蔵庫ですね。はい。ホテルの冷蔵庫が置いてあります。空気清浄機がね、置いてあります。はい。ソファーがね、クッションとともに置かれています。これが1つ目のソファー。で、向こう側にもソファー。なので、ソファーでゆっくりすることできますね。コーヒーテーブルもね、小さなものがあるので、ここでね、2人でコーヒー飲むには十分な大きさですし、何かね、外で買ってきて、1人はこのコーヒーテーブル、1人はこちらで、ね、こちらデスクで食べることもできます。ちょっとね、外を見てみましょうか。カーテンを開けてみました。景色はね、こんな感じです。本当にね、駅から近いのでね、もう交通の便はもう最高ですね。はい、今度ベッド周り行きたいと思います。はい、ベッド周りもね、こういったね、間接照明がね、ありますね。はい、ベッドの上。そしてこちらね、読書灯ですかね。少しね、夜とかね、トイレとかね、はい、行きたい時とかね、これぐらいの光があると助かりますね。このボタンでね、はい、ライトを操作できますし、電源はね、2つあります。ただ USB はここにはないんですけども、ここにつけてくれているね、この時計、これに2つ USB がついています。あとね、こちら、下にティッシュの替えとティッシュケースがね、こうして入ってます。ベッドはね、ダブルベッドです。はい。でもね、十分な大きさありますね。これ結構大きいですよ。1.8 ぐらい幅あるんじゃないですかね。もう十分ですね。広いですね。なので、ダブルベッドなんですけども、全然苦にならないと思います。はい。で、枕が2つついています。ちょっと平べったい枕が1つと、少し小さめのね、厚みのある枕。柔らかさはね、そんなに変わらないです。それと、はい、こうしたクッションがついています。そして、向こう側も見てみましょうか、一応ね。向こう側にも電源ありますね。はい、USB はないんですけども、はい、それぞれ電源が2つあるので、充電とかね、困らないですね。はい。壁紙はね、こうしてね、魚の絵とか、貝殻とか、やっぱり富山、魚介類、美味しいんでしょうね。はい。とても食事に期待しています。はい。じゃあ、お部屋はこんな感じですかね。ちょっとバスルームね、見てみたいと思います。はい。バスルーム入っていきます。じゃあ、こちらがバスルームになります。はい。入るとすぐ、こうしたね、広いね、鏡が用意されています。なので、バスルーム自体はね、やっぱここもコンパクトなんですけども、結構ね、大きな鏡があるので、明るいですし、奥行きがあるような感じになっています。はい。で、こちらに、まずタオルがね、はい、ハンドタオルというか、スポーツタオルが2つかかっていて、カーテンで仕切るタイプのお風呂がね、用意されています。ここのお風呂ね、はい、結構ね、深さがあるんですよね。なので、しっかりね、肩まで浸かることができるお風呂になっていますね。結構いいサイズのね、お風呂になっています。そしてこちら、左側ですね、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナーとなってますね。はい、こんな感じのシャワーですね。で、ここにもね、手すりがあるので、ちょっと安全にね、お風呂に入ることができます。はい、こちらには、洗顔手洗いフォームも置いてあって、はい、こちらに洗面台がありますね。洗面台はね、
お世辞にも広いとは言えないですね。ちょっとこの辺はビジネスホテルの洗面台より気持ち大きいかなって感じです。はい。そしてこちらうがい用の、プラスチックのねグラスが2つ置いてあります。そしてアメニティはですね、先ほども説明した通り、歯ブラシしかね置いてません。他必要な方は下のロビーでね受け取ることができます。そしてイオニティの、ドライヤー、そしてドライヤーを挿すコンセントですね。はい、はい、上にはねこうしてバスタオルが2つ用意されていて、はい、下はウォシュレットのトイレが用意されています。コンパクトなんですけども、最低限揃っていて、お風呂はその中でもねちょっと深めに作ってある、そんな感じのバスタブになっています。大浴場とかはないんですけども、このお風呂でねとりあえずゆっくりできるお風呂になっています。はい、とてもシンプルですね。このホテルで今回3泊する予定です。富山をね楽しんでいきたいと思います。はい、それではとりあえず部屋からは以上となります。失礼します。ホテルにコインランドリーはありませんが、歩いて1分のところにコインランドリーがあります。かなり時代を感じるコインランドリーですが、ホテルから近いのは助かります。値段は洗濯が5キロで300円、乾燥が13分100円になります。その後お腹が空いたので、富山駅横にある富山マルシェへ、その中にある白エビ亭でお昼をいただきます。富山スペシャル天丼と白エビの刺身をいただきます。白エビは富山県以外ではまとまって漁獲ができないので、富山県に来ないと食べれない貴重なもので、とても楽しみにしていました。まずは白エビの刺身。大きさは甘エビよりも一回り小さい感じです。醤油に生姜を混ぜて、それにつけていただきます。味は甘エビよりも甘くて、とてももちもちしています。これとご飯だけでもかなり美味しいと思います。今度は富山スペシャル天丼をいただきます。上に乗っているのは白エビ、ブリ、ホタルイカの天ぷらで、富山湾の美味しい海の幸が全部乗った丼となっています。こちらに乗っている白エビの天ぷらは殻ごと揚げているようで、普通のエビの天ぷらよりもエビの風味がかなり強く感じられます。あとこちらの粘り昆布生姜、昆布の風味と生姜の辛みが絶妙。パクパク食べてすぐになくなりました。本当に美味しかったので、滞在中にまたリピートしたいと思います。食事の後、路面電車に乗って富山市ガラス美術館へ。この建物は世界的な建築家隈研吾氏が設計を手掛けた複合施設で、中は自然光が入るようになっていてとても明るく、壁や仕切りに富山県産の杉がふんだんに使われています。こちらの常設展には30年にわたり富山市が収集してきた現代ガラス作品が数々展示されていて、撮影はできないんですが素晴らしいガラス作品を見ることができました。ガラス美術館から8分ほど歩くと富山城址公園があります。富山城は天守閣の中は郷土博物館になっていて、築城されてから明治時代以降の城の歴史について知ることができます。歩き疲れたので、この後また路面電車に乗って富山駅へ戻ります。夕食は富山名物マスの寿司、ブリの寿司を食べました。富山は本当に美味しいものが多いですね。はい、今富山電鉄駅ですね。切符買ったんですけども、はい、こちら、クレジットカードがね使えませんでした。スイカも使えないみたいです。改札もねまだ入れないみたいですね。この方式はちょっとね初めてですね。でアナウンスがあって今から入れるみたいです。ちょうど7分前ぐらいですね。はい、じゃあそれから入っていきたいと思います。はい、今こうして、切符にねハンコを押してもらって、入ることができました。この電車でね宇奈月温泉向かいたいと思います。はい、座席はクロスシートで結構快適そうです。はい、それでは乗っていきたいと思います。電鉄富山駅出てね、しばらくは住宅街を通るような感じですね。こんな感じで、はい、江ノ島電鉄みたいな感じですね。単線で
狭い住宅街の中を通り抜けているような感じです。ただちょっとね揺れますね、結構ね。今電鉄黒部駅でね通過待ちだと思います。なかなかね関東じゃ見れない電車が多いので面白いですね。はい、宇奈月温泉駅にねやってきました。はい、あれに乗るみたいですね。そして向こうが黒部峡谷鉄道、あそこが乗る駅みたいです。はい、黒部峡谷鉄道です。はい、やっと乗るそうです。改札で宇奈月駅から欅平駅の往復切符を購入して、いよいよトロッコ鉄道のホームへ向かいます。今切符買いましたね。号車だけ決められて、その中で自由に座れるみたいです。2号車なのでこちらですね。こちらのトロッコ列車はもともと土砂や石の運搬が目的で作られたので、線路幅は新幹線の約半分なので、ちょっと可愛らしい列車になっています。トロッコ列車の席はオープンな普通客車と普通電車のようなリラックス客車があります。夏の季節や開放感を味わいたい方には普通客車、雨や肌寒い季節にはリラックス客車がおすすめです。列車が走り出すとすぐ左側に見えてくる赤い橋は山彦橋。昔列車の音が山彦となって温泉街に響くことからこの名前が付けられました。トンネルを抜けると宇奈月湖と湖面峡が現れます。湖面峡の鮮やかな赤と湖のエメラルドグリーンのコントラストがとても綺麗です。右側に見えてきたお城のような建物は新柳川原発電所。湖に浮かぶヨーロッパの古城をイメージして作られたとてもおしゃれな発電所です。前方に見える青い橋は後引橋。高さ60メートル。沿線で最も深く険しい谷に架かる橋で、谷を見下ろすとその深さに驚き、思わず後ずさりするということからこの名前がついたそうです。右に見えてきたのは出し平ダム。黒部川は急流で流れ込む土砂の量が多く、ダムの機能を維持するために日本で初めて土砂を流すためのゲートが備えられました。目の前に見えてきたのは黒部川第二発電所。富山県の建築100選に選ばれているこのダムは昭和11年に完成し、出力は7万 2000kW で、完成当時は東洋一を誇りました。こうしてトロッコ列車はあっという間に終点の欅平駅へ到着しました。はい、11時25分ですね。はい、終点の欅平駅に到着しました。1時間20分ぐらいね乗ってたんですけども、はい、とても涼しかったですね。トンネル内とても涼しくて、でも寒くはなかったので上着持ってきたんですけどいらないですね。はい、半袖で十分でした。はい、とても自然豊かなところですね。本当によくこんなとこ作ったなって感じです。まずは欅平駅構内にあるレストラン欅でお昼をいただきます。こちらはこのレストランで一番人気の漬け丼。黒部漁港で水揚げされた魚が使用されています。この日はアジやブリが入っていました。こうして綺麗な景色を見ながら食事ができるのはいいですよね。はい、欅平のですね、屋上展望台に来ました。ここで皆さん降りて、今この赤い橋を渡ってね、向こうの方を散策してますね。はい、僕らもね後で行こうと思います。はい、すごい景色です。さっき屋上の展望台から見えた赤い橋、奥金橋の上にいます。この橋は黒部川の本流に架かる橋で、高さは34メートル。ここからの峡谷の眺めはまさに絶景です。はい、ここからは落石がね発生する可能性があるのでね、ヘルメットをねこうして置いてくれてるので、ヘルメットをねかぶっときました。向こう側はですねすごいえぐれてますね。はい、人間がえぐったのかすごいところ通っていきます。皆さんねほとんどネットしてないんですけどね、ちっちゃい椅子でも落ちてきたらちょっとね頭切っちゃうと厄介なのでちょっとかぶっときます。
はい、前にねトンネルが見えてきました。はい、他の道がないんでね、これ通るんでしょうね。ちょっと真っ暗です。撮ってみたいと思います。はい、出口見えてきたんですけど、結構長いですね。道自体もね上り坂なので結構疲れますねこれ。はい、こちらね滝が流れていて、そしてここに上に切り立った岩があります。はい、この下くぐっていきたいと思います。はい、落石注意っていうね看板が本当にたくさんあるので、立ち止まらないでくださいってあります。はい、従いたいと思います。景色はねとてもいいです。はい、3つ目のトンネル来ました。ここも暗いですね。はい、この3つ目のトンネルすごい長いです。まだまだ出口は見えてるんですけどね、全然近づいてきません。後ろ、はい、こんだけ歩いてきたんですけどね、半分ぐらい来たかな。はい、まだまだ登ります。はい、今橋渡ってます。はい、こちら川がね上流から流れてきています。はい、とても綺麗な川ですね。向こうにですね馬場谷温泉がね入れるみたいですね。ちょうど今1時ぐらいなので1時間ぐらい歩いてきました。こちら河原の露天風呂馬場谷地獄ってなっています。ちょっと入っていきたいと思います。ちょっとね道から外れるんですけどね、すごい硫黄臭い。この川がもう温泉なんじゃないですかね。水はねあったかくはないですけどね、冷たくもないですね。だから温泉町ってこういう色になってるのか、ね、さっき渡ってきた橋がねこちらにあります。はい、こんな感じですね。強烈に温泉の匂いがしてます。はい、本当に自然豊かなところです。こんな感じでね足を川に入れてるんですけども、全然ね川の水って本当はもっと冷たいと思うんですね。こんな上の方だと全然冷たくないんですよ。多分ね下の砂とかがすごいヌルヌルしてるので、温泉がねこの中入ってるんだと思います。本当にね普通の街歩きの格好で来たんですけど、ここまでならね普通に歩いてくれそうです。本当にこの川の水はとても綺麗でした。でこっちがね僕たちが今歩いてきた陸橋になるんですけどね。はい、でこの先は、白馬岳ってなってますね。はい、で向こうに看板があるんですけども、この先はね何があっても責任取りませんよっていう看板です。登山道ですって書いてます。なので、今1時半、帰りも多分1時間ぐらいかかると思うので、ここでね引き返したいと思います。はい、ゆっくりねあったかい温泉入りたい方はねここ馬場谷温泉ってね、はい、宿泊素泊まりもねできるみたいなので、こちらの道ね川沿いにまっすぐ降りていくとね馬場谷温泉があるみたいです。はい、このまま来た道を戻って欅平駅に向かいます。帰りは緩やかな下り道なのと、一度通った道なので足取りはかなり軽いです。14時37分ですね。はい、うなずき行き乗っていきたいと思います。帰りのうなずき駅行きのトロッコが来ました。トロッコ列車は行きよりも帰りの方が結構混んでいました。そしてトロッコは行きと同様に素晴らしい景色の中、うなずき駅へ向かいます。帰りは左側に座った方が良い景色を長く見れるのでおすすめです。はい、3時54分ですね。1時間20分ぐらいね到着しました。はい、これから出口向かいたいと思います。欅平駅前には黒部川電気記念館があります。ここは黒部川の電源開発や黒部峡谷の自然と水力発電を紹介する記念館で、無料なんですが結構見応えのある施設でした。今ちょうど現在地こちら、ここからね下の方にゆかいリゾートうなずきグランデホテル
ここがね、ゆかいリゾートグループのね、メルマガに入ると700円の500円になるんですよ。せっかく500円で入れるので、日帰り温泉ね、入ってから帰りたいと思います。はい、駅からね、もう歩いて5分ぐらいのところにありました、ゆかいリゾート船着グランドホテル。はい、こちらね、ちょっと温泉をサクッと入って、帰りたいと思います。すごい足が疲れてるのでね、助かりますね。はい、5時40分です。ちょうど40分ぐらいですね。僕のが先に上がりました。もう本当に、さっぱりしましたね。今時間が6時3分ですね。ここからまた2時間かけて富山駅に帰りたいと思います。これはね、またね、クレジットカード使えないと思うので、はい、現金ニコニコ払いですね。これから富山駅帰りたいと思います。はい、今8時ですね。はい、これからね、ちょっとお腹空いたので富山のね、ブラックラーメン食べて帰りたいと思います。夕食は富山駅近くのラーメン一心に行きました。こちらで富山名物ブラックラーメンと、妻は混ぜそばを注文しました。ただ豚骨ラーメン好きの僕にはブラックラーメンは少し難しい味でした。この後ホテルに戻って、妻はお酒、僕はモクテルを飲んで部屋に戻りました。今日は富山地方電鉄の立山線に乗って立山駅に向かいます。電鉄富山駅から立山に向かっています。シートはですね、横座りのシートです。でこの電車ですね、すごい揺れるんですよ。その連結部分見てもらうと分かると思うんですけども、今もうすごい音と揺れがすごいです。はい、こんな感じ、立山連峰がね一望しながら、はい、そちらに近づいてきていますね。立山駅に近づくにつれて標高が高くなり、綺麗な景色が窓の外に広がります。ではそろそろ立山駅に到着します。10時20分ですね。立山に到着しました。称名滝に行くバスは1日5往復なので、行きのバスは午前中に乗りましょう。今回は10時30分発のバスに乗ります。バスに乗ってしばらく富山の大自然の風景を楽しんでいると、右側にとても大きな岸壁が見えてきます。これは悪城の壁と言われ、その高さは約500メートル、幅は約2キロにも及び、一枚岩盤としては日本一の規模を誇るそうです。その名の通り、この大きな壁は見る人を圧倒します。はい、今10時45分ですね。称名滝の駐車場着きました。これからね、歩いて25分で滝に行けるそうなので、そこに行きたいと思います。結構ね、もう気温は街中よりもぐっと涼しくなって歩きやすくなっています。ところどころにね、熊に注意という看板があるので、熊いるんでしょうね。坂の勾配がねきつくてゆっくりしか歩めません。ただね、このワイヤーがあるので、これワイヤー掴みながら行くとね、結構体力ない方でも少しね助けになると思います。うちの妻はね、このワイヤー使って今伝って登っていますね。こんな感じで、悪城の壁よりも少し、草は生えてるんですけどね、ここもかなりすごい断崖絶壁になってますね。はい、今ちょうど滝の下の部分がね見えています。すごいです。ここまでね水しぶきがね来てるんですよね。下の川がね、またこれ水めちゃめちゃ綺麗なんですよ。昨日見たまた川と違って、今回は透明な感じがしますね。本当にね、近くで見ると迫力があります。これは実際に目で見た方がいいと思います。そんな景色です。落差が350メートル、日本一を誇る滝だそうです。そして流れる水もね、また綺麗なんですよ。もうエメラルドグリーンの色になって透き通ってるんですよね。こちら流れてる川なんですけども、見てください、透き通ってるんですよね。はい、多くの観光客がねここを訪れる、そんな理由が分かった気がします。本当に周りは
大自然でもう人工物が何もない中でこの滝が流れ続けている、その景色がね本当に綺麗ですね。はい、少しね休憩場がこちら下上であるので、今回おにぎりね2つ買ってきてここでいただくことができました。なのでこういうところでね滝を見ながら食事をすることもできます。バスの接続はね結構ね時間が決まってるのでね、今回僕もそうなんですけどかなりゆっくりしないとねバス来ないんですよ。だからね本当お弁当とかねおにぎり持ってきてゆっくりされていくといいと思います。この後また歩いて称名滝のバス停まで戻って13時10分発のバスに乗って立山駅に戻ります。立山駅に到着したらすぐ近くのグリーンビュー立山で日帰り温泉に入ります。14時26分温泉に入ってきました。温泉はとてもヌルヌルしていてとても気持ちの良い温泉でした。ただこちらの温泉の受付が13時30分前と結構早い時間なので気をつけてください。はい、富山県のね砂防博物館というとこ来ました。今見てきたんですけどね、ここすごい見応えがあります。無料のゾーンだけ見たんですけど、それでもすごい面白いです。ここ結構ね電車のね間隔とかバスの間隔が長いので、ここでね時間調整されるといいと思います。帰りの電車はカターレ富山仕様の電車に乗って帰ります。帰りはね特急乗りました。はい、こちらですね、15時33分発。時間はですね結構駅飛ばすので普通電車よりも、12、3分早いって感じですかね。あとねすごい揺れます。特急でもすごい揺れます。もうねボンボン体が飛び跳ねますね。ここまで揺れる電車はね本当これ初めてですね。なのでちょっとね揺れるってことをね念頭に置いて、乗られるといいかもしれません。今4時半ですね。はい、電鉄富山駅に到着しました。夕食はこの度2回目の白エビ亭にやってきました。おととい食べた富山スペシャル天丼が美味しかったのでまた同じものを注文しました。こちらの天丼は本当に美味しいのでぜひ富山駅に来たらお試しください。あとこちらの粘り昆布生姜もやみつきになりますし、白エビ塩もこの丼に少しかけると味に深みが増します。この後ホテルから徒歩18分の関水公園でちょうど今日までサマーファウンテンが開催されていたので行ってきました。こちらの噴水近くで見ると迫力があってライトアップされた水がとても鮮やかでした。有名な曲に合わせて噴水が変化するので2回連続で見たんですが全く飽きませんでした。もしこちらのイベントがやっていたらぜひ見逃さないでください。最後にこちらに3泊した感想です。今回ガラス美術館、富山城址公園、黒部峡谷トロッコ列車、称名の滝、関水公園に行きましたが、どこに行くのにも目の前の富山駅を起点にできたのでこちらのホテルは大変便利でした。お部屋自体はそんなに広くなくて大浴場もないんですが、毎日観光に出かけて外で日帰り温泉に入ったので全く不自由さを感じませんでした。それよりワンドリンクチケットを使って最上階のレストランでお酒が飲めたり、エコ清掃にすると自動販売機でジュースがもらえるのは嬉しかったです。なので積極的に観光に出かける人にはとてもおすすめのホテルだと思います。ではこのホテルからは以上です。この後次の目的地の高山駅に向かいます。次々の旅はまだまだ続きますので、興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください。今回の動画が参考になった方はいいねボタンもよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。